未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は未来の量子コンピュータについて考えてみます。実際、かなりすごいことになりそうなので、量子コンピュータについては私も楽しみで仕方ありません。スケーラビリティの向上。量子コンピュータの未来において、スケーラビリティの向上は重要な焦点です。スケーラビリティとは、量子コンピュータが処理できるキュビット数や、計算の複雑さに対する柔軟性を指します。現在の量子コンピュータは、限られた数のキュビットしか安定して操作できませんが、未来においては、これが向上し、より多くのキュビットを組み合わせて、高度な計算が可能になるでしょう。このスケーラビリティの向上により、量子コンピュータは、複雑でリソースを多く必要とする問題に対応できるようになります。例えば、化学反応のシミュレーションや最適化問題の解決など、実用的なアプリケーションが可能になります。より多くのキュビットを使用することで、量子ビット同士の相互作用やエンタングルメントが増加し、計算の複雑性を取り扱う能力が向上します。スケーラビリティの向上が進むと、現代のコンピュータでは難解な問題に対しても、効率的な解法を提供できるようになり、量子コンピュータの実用化が進むことが期待されます。この発展は、科学、医療、金融などの分野での革新的な応用をもたらし、新たな問題の解決に寄与するでしょう。エラー訂正の進展。エラー訂正の進展は、量子コンピュータが信頼性のある計算を行う上での大きな課題に対する解決策を模索しています。現在、量子コンピュータはエラーに弱い傾向があり、キュビットの状態が外部の影響で変化してしまうことが問題となっています。エラーが蓄積すると、計算結果に誤差が生じ、信頼性が損なわれてしまいます。エラー訂正の進展は、これらの課題に取り組むものであり、将来の量子コンピュータの実用化を支える要素の一つです。新しいエラー訂正コードや手法が提案され、実験が行われています。これにより、エラー率が低減し、計算の信頼性が向上します。また、エラー訂正は、量子ビット同士の相互作用やエンタングルメントの影響を最小化する手段としても注目されています。さらに、エラー訂正の研究により、新たなアルゴリズムやプロトコルの開発も進んでいます。エラー訂正の進展は、量子コンピュータが実用的なタスクに挑戦できるようになる鍵となります。これにより、化学反応のシミュレーションや最適化問題の解決など、高度で複雑な計算が可能になり、未来の量子コンピュータの実用化が期待されます。この分野の発展は、量子コンピューティングが実用段階に近づく重要なステップとなっています。異なるハードウェア、プラットフォームの発展。量子コンピュータの進化において、異なるハードウェアプラットフォームの発展が注目されています。これは、量子ビットを安定して操作するための異なる物理的手法やアーキテクチャへの取り組みを指します。現在、主流のハードウェアプラットフォームには超電導回路がありますが、将来的には他のプラットフォームに対等する可能性があります。例えば、イオントラップ方式では、イオンを利用して量子ビットを生成し、エンタングルメントを制御します。これにより、特定の応用においては、超電導回路よりも高いエラー訂正能力が期待されています。また、トポロジカルキュービットは、トポロジカルな性質を生かしてエラーを最小化し、信頼性を向上させるアプローチです。トポロジカルキュービットは物質のトポロジーに基づいているため、外部のノイズやエラーに対して頑健であるとされています。これらの異なるハードウェアアーキテクチャの発展により、各プラットフォームが持つ利点や課題が浮かび上がりつつあります。
超電導回路はスケーラビリティに優れ、現在の実用化に向けた進展が見られています。一方で、イオントラップやトポロジカルキュービットは、エラー訂正や特定の応用において、優れた性能を発揮する可能性があります。これらの異なるアプローチが共に進展することで、未来の量子コンピュータは、より多様かつ効率的に構築され、広範な課題に対処できるようになるでしょう。それに伴い、科学、医療、材料設計などの分野において、量子コンピューティングが、より実用的なツールとして活用される可能性が高まります。実用的なアプリケーションの開発。未来の量子コンピュータが実用的なアプリケーションの開発において大きな影響を与えることが期待されています。その中で最も注目されているのは、従来のコンピュータが解決するのが難しい複雑な問題に対する高速な解放の提供です。例えば、量子コンピュータは分子や材料のシミュレーションにおいて驚異的な性能を発揮する見込みがあります。これにより、新しい薬剤の設計や材料の特性予測が劇的に向上し、医薬品開発や素材科学の分野において革新的な進展が期待されます。最適化問題においても、量子コンピュータは高速で効率的な解放を提供できます。例えば、物流や交通の最適化、金融ポートフォリオの最適化など、現実の課題に対する解の探索が飛躍的に進むでしょう。また、機械学習においても、量子コンピュータは注目を集めています。量子機械学習は、従来のアルゴリズムよりも複雑なパターン認識やデータ解析が可能となり、人工知能の分野において新たな局面を切り開くでしょう。これらの実用的なアプリケーションの開発は、科学や産業の多岐にわたり、社会に大きなインパクトをもたらすことが期待されます。ただし、量子コンピュータの実現にはまだ課題が多く、技術の進化やエラー訂正の発展が進むことが不可欠です。将来的な展望に期待と興奮が寄せられていますが、同時に挑戦も多い分野であると言えます。業界との連携。量子コンピューティングの進展において、業界との連携がますます重要視されています。これは、量子技術が科学の枠を超え、実用的な応用が必要とされているためです。まず、企業との協力が注目を集めています。大手テクノロジー企業から新興ベンチャーまで、様々な組織が量子コンピューティングの研究開発に投資しています。これにより、量子コンピュータが解決するべき課題や業界ニーズに直接対応した技術の開発が進み、実用性が向上します。特に金融業界や製薬業界では、量子コンピューティングが提供する高度な計算力を利用し、複雑なリスク分析や分子設計などの課題に挑む動きが見られます。これにより、新しい金融商品の開発や革新的な医薬品の設計が可能になるでしょう。また、エネルギーや素材開発分野においても、量子コンピューティングの利用が期待されています。新たなエネルギー材料の探索や効率的な生産プロセスの最適化において、量子コンピュータが提供する計算能力は大きなアドバンテージとなります。このような業界との連携により、量子コンピューティングは理論だけでなく、実用的な側面での成果を上げ、社会全体に革新をもたらすことが期待されます。ただし、技術の進化や課題の解決には引き続き時間がかかるでしょう。エネルギー効率の向上。量子コンピュータの発展において、エネルギー効率の向上は重要なテーマです。エネルギー効率が向上するとは、同じ計算能力を得るために、必要なエネルギーの量が少なくなることを指します。現在の量子コンピュータは、超電導回路やその他の冷却装置を使用して、極低温状態で動作するため、冷却に多大なエネルギーが必要です。
この冷却プロセスは量子ビットが安定して動作するために不可欠ですが、エネルギー効率に影響を与えています。エネルギー効率の向上は、冷却プロセスや他の消費エネルギーにおいて効率的な技術の導入や改善に焦点を当てています。これにより、同じ計算能力を持つ量子コンピュータでも、より少ないエネルギーで動作できるようになります。具体的な例として、超伝導材料の改善や、冷却技術の進化、エネルギー効率の高い量子ビットの設計などが挙げられます。これらの取り組みにより、将来的には量子コンピュータがより持続可能で、エネルギー効率の高い技術になることが期待されます。エネルギー効率の向上は、環境への負荷の軽減だけでなく、コストの削減や大規模なデータセンターでの実用性向上にも寄与します。ただし、これらの改善が進むには、技術的な課題や努力が必要であり、今後の研究と開発が期待されています。量子インターネットの進展。量子インターネットの進展は、通信の未来に大きな変革をもたらす期待される分野です。通常のデジタル通信では、情報はビット単位で送受信されますが、量子インターネットは、量子ビットキュビットを活用し、情報を非常にセキュアかつ高速に転送することが可能です。量子インターネットの最大の特徴は、量子のエンタングルンドル現象を利用した量子鍵配送です。これにより、通信が傍受されることなく、通信の安全性が向上します。エンタングルメントを利用した量子鍵の配送は、不正アクセスや盗聴から保護され、従来の暗号化技術よりも高いセキュリティを提供します。また、量子通信においては、量子テレポーテーションが注目されています。これは、量子ビットの状態を物理的に転送せずに別の場所に再現する手法です。これにより、通信の効率性や信頼性が向上し、長距離通信においても情報の損失が少なくなります。一方で、まだまだ技術的な課題も残されています。量子エラー訂正や信号の複製など、実用化に向けた研究が進められています。量子ビットの不安定性や干渉の影響も課題となっており、これらを克服するための新しい技術の開発が必要です。量子インターネットの進展は、セキュアな通信手段としてだけでなく、将来的には分散型コンピューティングやクラウドサービスの分野でも大きな影響を与えることが期待されます。研究者や企業が協力して、これらの課題を解決し、実用段階に進展することで、新たな通信革命が訪れるでしょう。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。